アメリカ空軍の F1 号がイランに撃ち落とされたのだ。乗員2名のうち1人は救出されたが、もう1人は今もイランの大地のどこかにいるのだ。待ってください。トランプ大統領は制空権を完全に掌握したって言ってましたよね。それなのに F1 号が撃墜されたっていうのはどういうことですか？そこが今日の確信なのだ。2026年4月3日、開戦からおよそ5週間が経ったこの日、イランはアメリカに対して戦争はまだ終わっていないという最も強烈なメッセージを送ったのだ。今日はこの撃墜事件を入り口に、なぜこの戦争が終わらないのかを3段階で解きほぐしていくのだ。そして最後には日本の食卓と住宅ローンへの影響も具体的な数字でお伝えするのだ。日本の食卓にまで影響するんですか？正直、中東の話って遠い世界の出来事に感じてしまうんですけど、それがどうつながるのか、ぜひ教えてください。まず事件の全体像から確認するのだ。4月3日、アメリカ空軍の F1 号 E ストライクイーグルがイラン南西部の上空で撃墜されたのだ。この F1 号 E は2人乗りの戦闘攻撃機で、パイロットと兵器システム士官の2名が搭乗していたのだ。撃墜直後、2名ともイラン領内に脱出し、米軍のヘリが救出作戦に向かったのだ。結果はどうなったか、パイロットは救出に成功し、現在アメリカ側で医療処置を受けているのだ。しかし、もう1名の兵器システム士官の行方が分かっていないのだ。ワシントンポストによると、イラン当局は市民に対して、この兵士を見かけたら通報せよ、と呼びかけ、SNS には墜落現場とされる画像が拡散されているのだ。生きた状態でイランの大地を逃げ回っているアメリカ兵。この現実が、この戦争のリスクを如実に示しているのだ。それって映画みたいな話ですけど、現実なんですよね。しかも同じ日にもう1機も落ちてるって聞きましたが、それはまた別の話ですか？同日に2機が落ちているのだ。2機目は A10 オートホックという対地攻撃機でペルシャ湾の海上に墜落したのだ。こちらはパイロット1名が搭乗しており、無事救出されたのだ。イランはこの A10 も自分たちが撃墜したと主張しているが、米国防総省と CENTCOM、つまり中東担当の米軍司令部は両方の事案について公式コメントを出していないのだ。ここが重要なポイントで、この沈黙自体がメッセージなのだ。ここで、なぜの第一段階なのだ。なぜイランは F1 号を撃墜できたのか。アメリカは開戦以来、制空権を完全掌握したと繰り返してきたのだ。しかし実態は違ったのだ。イランは40年以上かけて、地対空ミサイルのネットワークを山岳地帯や地下施設に分散配置してきたのだ。これはまるで、どこに踏んでも反応する地雷原のようなものなのだ。空から爆撃しても、地下のシステムはしぶとく生き残るのだ。地雷原の例え、すごくわかりやすいです。でも逆に聞くと、イランってそんなに強いのに、なんでアメリカに戦争を仕掛けられてるんですか？力の差があるのに正面から戦えるわけじゃないですよね。鋭い。それが、なぜ、の第2段階なのだ。イランの戦略は最初から正面突破ではないのだ。専門用語で非対称戦争と呼ぶのだが、簡単に言えばこういうことなのだ。自分たちは絶対に勝てないが、相手が勝ったと宣言できないようにする。という戦い方なのだ。かつてベトナム戦争でアメリカは圧倒的な軍事力を持っていたのに、8年間泥沼にはまったのだ。今のイランはそのベトナムと同じ構造を意図的に使っているのだ。証拠を見てみるのだ。ロイターエプソスの世論調査によると、アメリカ人の3分の2が目標が達成されなくても早く終戦すべきと答えているのだ。これはベトナム戦争の末期に似た数字なのだ。そしてイランの議会議長は今回の撃墜直後に SNS に書き込んだのだ。制空権掌握から誰かうちのパイロットを探してくださいに変わったね。素晴らしい進歩だ。と、これは嘲笑であると同時に、プロパガンダとして機能する巧みなメッセージなのだ。BBC とロイターで報道の角度が違うって聞いたんですが、どんな差があるんですか？メディアによって戦況の見え方が変わりますよね。これは重要な視点なのだ。パイスやロイターは、撃墜事件はトランプ政権の楽観的発言を裏切るものだ、という批判的フレームで報じているのだ。一方でイランの国営メディアは、革命防衛隊の勝利、として英雄的に描いているのだ。ストレーツ、タイムズは、制空権を完全掌握したというトランプとエグセフ国防長官の主張が崩れた、と冷静に分析しているのだ。同じ事実でも、どのレンズを通して見るかで全く違う世界が現れるのだ。ここで、なぜ、の第3段階、最も構造的な問題に踏み込むのだ。なぜこの戦争は長引くのか。答えは、出口の設計にあるのだ。トランプ政権は当初、イランの核開発阻止と、レジームチェンジ、つまり政権転覆を目標に掲げたのだ。しかし2つの目標は本質的に矛盾しているのだ。
核開発を止めるだけなら交渉で終わるが、政権転覆を目指すと相手は死ぬまで戦うしかなくなるのだ。これが戦争が長引く構造的な理由なのだ。今後の展開が日本にとっても他人事ではない理由がここに隠れているのだ。ここまでの話を整理すると、1号撃墜はイランの非対称戦争戦略の一部で、アメリカは矛盾した2つの目標を抱えたまま戦っている、ということですね。で、これが日本にどう繋がるんですか？ここからが日本への影響なのだ。まず、ホルムズ海峡の再開通りという良いニュースがあるのだ。ストレーツ・タイムズによると、4月3日、フランスのコンテナ船と三井物産が一部保有する LNG タンカーが戦争開始後初めてホルムズ海峡を通過したのだ。三井物産が公式に確認した。これは朗報に見えるのだ。しかし本当に安全が回復したかというと、まだ判断できないのだ。なぜ、まだ判断できないのか。戦争が長引いているということは、保険料と輸送コストが高止まりし続けるということなのだ。海運の保険料というのは、タンカーが通れるかどうかではなく、この航路がどれだけ危険かで決まるのだ。一隻通れたからといって、危険度評価はすぐには下がらないのだ。コンビニ弁当の鮭やポテトサラダに使われる輸入食品のコストは、この保険料を通じてじりじりと上がり続ける構造なのだ。パキスタンがガソリン 42% 値上がりっていうニュースも見ました。日本はそこまでじゃないにしても、数字で言うとどのくらいの影響になるんですか？具体的に試算するのだ。パキスタンはガソリンが 42.7%、軽油は 54.9% 値上がりしたのだ。日本は輸入ルートが多様化しているのでそこまでではないが、輸入小麦はすでに約 15% 上昇しているのだ。食パン1斤が平均230円だとすると、15% 上昇で264円になる計算なのだ。34円の値上がりなのだ。4人家族で週に2斤消費すると、月に約272円の食費増なのだ。さらに輸入パスタ、輸入チーズ、輸入チョコレート、これが全品目で起きているのだ。食費全体では月に1500円から2000円の増加が現実的な試算なのだ。そして、もう一つ見落とされがちな影響があるのだ。子育て世帯への直撃なのだ。輸入乳製品の値上がりで、粉ミルクの価格がすでに上昇傾向にあるのだ。保育園の給食費も輸入食材の高騰で値上げ圧力がかかっているのだ。0歳から3歳の子供がいる家庭では、粉ミルクだけで月に平均5000円前後かかるが、これが 10% 上がると年間6000円の負担増なのだ。子育てコストがじわじわ上がっていく。その根っこにイランの戦争があるのだ。先輩の分析を聞いていて思ったんですが、私は、ホルムズ海峡が通れるようになった、というニュースを素直に良かったと思ってしまったんですよ。でも先輩の話を聞くと、一部通れるようになっても、保険料が下がるまでのタイムラグが何ヶ月もある。つまり、開通、解決、という図式は、メディアが誘導するちょっと安易な見方なのかもしれないって気がしてきました。まさにその通りなのだ。僕の見立てを正直に言うのだ。開通したというニュースは事実だが、それが経済的な正常化を意味するまでには最低でも3ヶ月から半年かかるのだ。なぜなら保険会社が危険航路の評価を下げるには、継続的な安全の実績が必要だからなのだ。ホルムズ海峡は1ヶ月でも封鎖されると、その後半年は保険料が高止まりするというのが業界の経験則なのだ。これは2011年のリビア危機の時にも同じパターンが起きたのだ。冒頭でこう聞いたのだ。1号撃墜で乗員がイランの大地に取り残されている。と、この一人の行方不明の兵士というのは、実は戦争の縮図なのだ。アメリカは圧倒的な軍事力を持っているのに、イランの大地で一人の兵士すら自由に動けないのだ。制空権を掌握したはずなのに、救出ヘリはイラン市民から銃撃を受けたという報道もあるのだ。この戦争は勝利宣言と現実のギャップの戦争でもあるのだ。今日の話を踏まえて、これからどうなるか、シナリオを2つ提示するのだ。シナリオ A は短期収束、行方不明の兵士が発見、救出され、外交ルートが動き出し、3ヶ月以内に停戦協議が始まるのだ。この場合、食費の追加負担は一時的なもので収まるのだ。シナリオ B は、長期泥沼化、イランがこの兵士を拘束し、人質交渉が始まり、国内世論が割れて戦争が1年以上続くのだ。この場合、日本の食費は構造的に月に1000円以上の高止まりが続き、輸入食品依存の学校給食や保育園の運営コストが社会問題化するのだ。シナリオ B が続いた場合、
私たちに何かできることってあるんですか？ただ値上がりを受け入れるしかないのかと思うと、正直、納得いかない気持ちもあります。その感覚は正しいのだ。ただ、今日覚えてほしい数字は一つだけなのだ。3分の2なのだ。アメリカ人の3分の2が早期終戦を望んでいるという数字なのだ。民主主義の国では世論が政策を動かすのだ。そしてその世論を形成するのは、こういうニュースを追いかけて理解しようとする一人一人なのだ。だから今日のコメント欄で一つだけ教えてほしいのだ。この戦争、3ヶ月以内に止まると思う？それとも1年以上続くと思う？どちらか一言でいいのだ。来月、答え合わせをするのだ。今日もここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録とベルマークのタップで次のニュース解説をいち早く受け取れるのだ。次回は今日少し触れたホルムズ海峡の再開通りがなぜ本当の意味での解決ではないのかを海運保険と国際金融の仕組みから掘り下げるのだ。世界の港と日本のスーパーの棚が実はこんな複雑な糸で繋がっているのだと知ると買い物の感覚が少し変わるかもしれないのだ。それじゃあまた次の動画で会おうなのだ。